はい、皆さん、アローハ。ヒーリングフラロコラのロコです。今日はフラが上手になるためのワンポイントレッスン。骨を意識して踊ってみようというテーマでお話をさせていただきたいと思っています。ぜひ最後までご覧ください。はい、では早速始めていきたいと思います。骨。私たちの体はこんな風に、体のね、この中身はこんな風な骨でできています。この骨ね、私たちの体の中、みんなこの骨があるわけでしょ。これをやっぱりね、イメージして踊るのと踊らないとでは全然違ってきますので、その辺の話をしていこうと思います。まず私がいくつか今まで手はね、ここからあると思った方がいいよとか、今まで過去の動画でね、いろいろお話をさせていただいているものがあるんだけれども、それはまた概要欄とこの辺にでも貼っとくね。でそれをまた見ていただいたらいいんだけれども、それをするにしてもこの骨がイメージできてるかできてないかで全然変わってくるなと思いますので、その辺のお話、追加補足説明みたいになるけどね、またしていきたいと思います。ちょっと台が取れちゃいました。まずさ、一番最初、本当に一番最初の基本ですけれども、猫背はやめましょうってよく言われるじゃないですか。猫背を正して姿勢を良くする。姿勢を良くするってちょっと下がるね。姿勢を良くするってどういうことっていうことなんですけれども、この胸が開いていて、で要は肩が中に入ってるんじゃなくて、胸が開いていて、このデコルテが綺麗に見えてる。で首もスッと縦にね、スッと伸びてる姿勢が綺麗な姿勢だと言われてるかと思いますけれども、その時にね、一番意識したらいいのがここにある胸骨という骨です。胸骨を骨子ちゃんで説明をいたしますと、これです。これわかる？これ真ん中にこのあばらがあるでしょ。あばらのこれね、結構大きいですよ。ここまであるからね。首、この鎖骨のとこ、この鎖骨のところからここだね。触ってご自身で触られるといいと思うんですけど、ここだと思います。ここからね、鎖骨のこのちょうど真ん中、ここからあばらのあるここまで、この辺まで大きな骨があります。これ心臓を守ってくれてる大きな骨、あばらもつながってるこの骨ね。これを意識して立つ。ここの胸骨、さっきの骨ね、この胸の前の骨を、この骨を前に押し出すイメージで立つと胸が開いてきます。踊ってる時、だからいつでも常にこの胸骨という骨、これがしっかり前に出すようなイメージで姿勢をとると、そうするととてもここの空間が広がるのでね、奥行きがまず出ますよね。ここの空間、首から鎖骨かけて広がっていくので、そうすると手を開いたとしても胸が広がってるとね、あんまりね大きく広げたりとかできないんですね。胸を開いてる、これ結構しんどいのよ。猫背だとさ、こうしててもあんま大変じゃないんですけど、胸を開いて手を横に広げたりとかすると結構しんどくなってくるんですね。背中の負荷、腹筋背筋すごく負荷がかかります。なので胸骨を前に出すと45度45度、右手と左手がね45度45度に広がる感じ、これがとてもちょうどいい距離になります。この胸が胸骨を前に出すとおのずと手が45度に開く。そうするとどう？なんかいいでしょう。綺麗な姿勢に見えませんか？こうとかじゃなくてね、ちょっと猫背になるんじゃなくて、胸を、胸骨を前に出す。はい。これすごくとても大事なポイントです。フラのポーズをする時でも、この時がちょっと猫背になるのか、
胸の骨、胸骨を前に出すのかで全然ポーズが変わります。やってみて。では続きまして、手ね、手、これどこまで映るんかな、これぐらいか。手のこの指の長さにご注目くださいませ。私に映るな。これね、指、なんか宇宙人みたいじゃないね。これね、わかるかな。ここからね、骨がさ、関節がね、1、2、3、4まであるんですね。下まで4まであるの。1、2、3、4。これ小指ですよ。こんな長いんだよ。親指もね、あるの。わかります？ここから私の手を出しますね。私の手ちょっと、短いんだけどもこれと映るかな。わかりますか？ 1、2、3、ここまでね。第一関節、第二関節、第三関節ってあるじゃない。で、さっきの骨だと4までありましたよね。だからこの辺まであるはずなんですよ、指って。指の骨ね。さっきの絵っていうかこの骨でいくとさ、ほらこんだけ長いでしょ、指が。ね、指が長い。ということはこの手のひら、ちょっと待ってよ、ちょっと色もう奥ね、下に。このさ、こう見えてるここのね、手のひら、こう筋肉で皮膚で覆われてますけど、この辺ぐらいまで指の骨があるっていうことですよ。さっきの絵でいくとさ、これぐらいまで指の骨があるのね。ここぐらいまでだよ。こうね、そうするとお花を作る時とか何か指のポーズをする時は、ここの指の関節を曲げると思ってお花を作ってみる。ね、例えばこう見るっていうポーズをこういうこっちね、片手見て、こうなんかこう手を伸ばすとするじゃない。そうするとここもここだけで、この見えてる指だけでこうポーズをするんじゃなくて、この4つ目の関節があると思って、見えてないけどね、皮膚で。だけどここからこう形を作ってみようってするとさ、ちょっと綺麗になっていくじゃない。ね、でこっちの指も何かこうポーズをしようかなってした時は、ここからなんか動かすイメージで手をさ使うといいのではないのかと。ヤシの木するにしても、ヤシの木がこう立ち上がる時も手首からこの4番目の関節から起き上がってだんだん起きるみたいにするとさ、これいいんじゃないね。ここから動かすイメージで踊ると指の表現力はがぜんアップします。たくさん。でもそれはね、ちょっとやっぱ動かしてみないとできないから、やっぱ練習してイメージね、やっぱイメージすることがとても大事なんですよね。イメージだから、このさ骨のね、この関節、この指っていうのはこれだけ骨が長いんだよっていうのをイメージして踊ってみると、また違った踊り方になってくると思います。はい、続いては今度足ね。足の骨、これ膝から、これはですね、ここ膝から下に骨は2本あります。2本。知ってましたか？ここ太ももね1本なのに、膝から下って2本あるんですよ。骨が分かれてんのよ、こことここ。知ってるようで知ってないと思うんですよね。でね、こう見てほしいんだけど、骨が2本あってね、内側の骨の方が太いんですよ。内側の骨が太いの。内側の骨のここがちょうど内くるぶしあたりになると思います。この内側のここね、足と足の間ね、ここでしょ。内側の骨が太いのに、私たちって結構ね、外側に乗りがちなんですね。小指側に体重を乗せがちなの。X 脚、横脚、あとは内股、内転筋が弱い。女性は内転筋が弱くなっていきますが、
フラはできるだけね内側にやっぱり筋肉を乗せれるようにこう内側の筋肉を使う方が安定したステップになりやすいのでね、是非こっち使っていきたいのね。だから内転筋を意識したいんですよ。で内転筋を意識するにはどうしたらいいかっていうことなんだけど、親指の母子球側に乗るとか内くるぶしの内側に体重を乗せるイメージでいきたいんだけど、で今日のテーマでいう骨を知ろうっていう骨で踊ろうっていうことでいくと、内側の骨の方が太いのでこっちの骨をやっぱ有効に活用した方がいいはずなんだよね、人間的には。細い骨に乗らなくてもこっちの太い骨の方に体重を乗せようと思ったら勝手に内くるぶし側内側に体重を乗せようとすることになるので、そうすると内転を使うことになる。内転を使うことになると体幹、このね骨盤底筋からこのお腹の中の方の筋肉を使うことにつながっていくから、そうするとこう体幹がちゃんとしたぶれない体幹を得ることができるんですね。なのでこの太い方の骨、足には太い方だから膝から下には2本骨があって太い方の骨が内側についていると。だからこの太い方の骨に乗るイメージで立ってみるっていうのは私的にはとても有効だと思います。はい、それもぜひ意識してやってみて。では続きまして頭蓋骨周りに行ってみたいと思います。一番最初踊り始めの時ポイントで立ちますね。バンプに入る時にこの骨頭蓋骨ここを意識して踊るっていうことをしていきたいと思います。このね頭蓋骨これ取れるんですよ。頭ちょっと待てよ。ほらパカパカ頭取れました。パカ頭が取れましたけれども、ここね頭蓋骨ここ鼻の骨ね、ここ鼻の骨なんだけど、鼻から息を吸う時にこのね斜め上この頭蓋骨のね、私ここを狙って息を吸ってほしいんだな。この斜め上、鼻こっちね、ちょうど斜め上に向かって息を吸い込んでほしい。この頭蓋骨のこのなんちゅうの頭蓋骨に届くようにスーッとそこに向かってスーッと息を送ってほしい。今一緒にやってみてもらえません？この鼻からねこの頭蓋骨のここに向かって息を吸ってほしい。そうすると胸が広がった感じしませんか？胸が。でそんで姿勢がさ縦にこうスッと縦にも伸びたし、こうなんていうのかな、胸の前にも広がった、そんな感じしません？もう一回やってみよう。じゃあやってみますよ。どう？なんか伸びない？背筋ね。もしここまで息を届かせるのがちょっと難しいなと思ったら、目の、ここにね骨の名前で言うと詳しく言うと長頸骨っていう蝶々の形をしたね骨みたいなのがあるんだけど、そこに届かせたいんだけど長頸骨ってなんやねんってますますわけが分からなくなっちゃうから、イメージ的にはさ目の裏この目ん玉の裏側ぐらいに息を届けようと思って。それか鼻のこのてっぺんでもいいな。ここに向かって息を吸ってほしい。このちょうどてっぺんって言ってもこの辺ね、ここに向かって鼻から息を吸う。そうすると要はなんか上にね、斜め上に向かって息を吸ってほしいんです。そうすると背が伸びるし胸が広がります。これね踊ってる時にいつもそうやってこう鼻から息を吸うことは意識は絶対できないから、踊り始めにすることをおすすめします。そうするとスッと伸びてバンプにバンと入れるから気持ちもシュッとするしね、踊るぞっていう気持ちにもなりますし、見た目もすごくよろしい形になりますので、是非頭蓋骨、鼻を吸う時に頭蓋骨をイメージして
息をするといいんじゃないのかなと思います。はい、いかがでしたでしょうか。骨を意識して踊ってみるというワンポイントアドバイスをさせていただきました。意識するところからいろんなことが変わっていきますのでね、実際自分の骨がどうなってるかなんか本当はよくわからないんだけど、何かある時にね、こうやって骨を思い返してみて、自分の姿勢とか踊る形、それを見つめ直してみるのはとてもいい機会なんじゃないのかなと思っています。このようにこの私のチャンネルではフラダンスが上手になるためのワンポイントレッスンをさせていただいています。もし気に入っていただきましたらチャンネル登録よろしくお願いします。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いできたら嬉しいです。それでは体調管理整えて健やかな日々をお過ごしください。ヒーリングフラロコラのロコでした。じゃあねー。